スペックグループプレゼンツ上村秀樹の週刊ストーリーボイス。この番組では僕の大好きな映画やドラマ、歌や音楽などを経営者で著者の上村秀樹がランダムに紹介いたします。これらの作品は僕の良き先生となって夢見る団地少年だった僕を励まし勇気づけていつもモチベートしてくれました。僕のエピソードや作品解説とともに週に1回のペースでアップできればと思っています。視聴は聞き流しで OK。 皆様のモチベーションアップに隙間時間いろんなところで役立てていただければ嬉しいです。ただし注意点があります。作品のネタバレになることがあります。ネタバレが嫌な方はあらかじめこの作品をご覧いただいた上で、ストーリーボイスを聞いていただくのが良いかなと思っています。さて、それでは本日のストーリーボイス始まりです。今日のストーリーボイスですけど、ストーリーボイス自体はですね、以前実は1年ちょっとやってたんですね。で、ちょっとやめてたんですけど、今回改めてまた復活するっていうことにしまして、これからちょっとずつ進めていきますので、また映画好き、音楽好きで旅行だとか、僕と感覚趣味が合いそうだったらぜひ皆さんまた聞いていただきたいなと思いますけども、今日のテーマはフラッシュダンス、映画フラッシュダンスと新聞配達でね、こういうタイトルにしました。フラッシュダンスの主人公アレックスが新聞配達したわけではないんですね。これ僕がこの映画を幼少、中学校1年生の時に見て新聞配達するってことを決めるんですね。中1から、陸上部で、棒高跳びとかしてたんですけど、新聞配達しながらずっと中高と延べ5年間アルバイトをするんですよね。それぐらいにすごいモチベーションになった大好きな作品なんですけど、この作品はある意味ですごくパワーがありましてね、娯楽にして楽しむのもいいんですけど、もったいないなと、娯楽として置いとくにはもったいない。こういう、金銭に触れるというか、人を動かす、心をわしづかみにするようなパワーがある作品は、自分のその動機づけだとかやる気のスイッチとしてうまく使ってしまえばいいんじゃないかなというのが、僕ストーリーボイスの提唱者のね、僕は思ってるところで、こういうものがいくつもあると、常に自分の限界に近いパワーを発揮できるなと思うわけですね。で、このフラッシュダンス、映画の説明をまずはちょっとしておこうかなと思うんですけど、1983年に公開されたアメリカ映画ってことですね。で、ウィキペディアなんか見ていただくと載ってますけども、低予算で有名な役者ではなくて、まだまだ無名の役者をキャスティングしていると。でもこの映画がですね、大ヒットするんですね。全米でこの年度3位、1983年は3位の興行収入を叩き出したというふうに書かれてあります。日本でも大ヒットして、世界中で同じくヒットしたと。で、この映画だけじゃなくて、映画で使われてた音楽も大ヒットするんですね。それ以降多くの人が知ることになった、すごく素敵な映画だなと言っても過言ではないなと思います。プロデューサーさんが後にトップガンやビバリーヒルズコップを手掛けて、そちらでも有名になっていきますし、ファッターフィーリングの歌手である、彼女は女優もやってましたけど、アイリーン・キャラっていうね、歌手が、これで全米ナンバーワン
に輝き、アカデミー賞の歌手部門も受賞するんですね。もう本当にそれ以降世界で大ヒットしていくんですよね。低予算なのにね、すごいですね。で、感覚値としては主人公たち登場人物は歌は歌わないんですけど、どちらかというとミュージカルチックな、ミュージカルタッチななんか作品だったように思います。で、中身でいきますとね、今改めて見る、当時はすごい感動しましたけど、今改めて、見てみるとベタな作品というか、主人公アレックス18歳のダンサー、プロのバレリーナになりたい彼女の夢の歩んでいく物語っていうことですよね。その途中で、友人で恋人、こういった人たちとの、絆や葛藤、こういったものが出てくるわけですけど、夜はダンスバーで、ストリップバーでというかね、ダンスをして、で日中は鉄工所でアルバイト、溶接のアルバイトをしてるわけですね。で、その溶接のアルバイトをしてる鉄工所の社長が従業員と2人で、そのダンスバーに飲みに行くわけですよね。そこで踊ってる姿を見てかっこいいな、素敵だなと思ってた時に、一緒に行った職員が「あなた知ってるよ彼女のこと」って言って、彼女雇ってんだからって、こういう話になっていくわけですね。ってなるっていうね。で、それ以降そのアレックスのことがもう気になって仕方ない社長は。ベタでしょ。で、18歳の彼女に対して社長は36、7歳ぐらいの設定だったかと思いますけども、どんどん話しかけてアプローチしていくんですね。食事に誘ったりね。でも彼女はボスとは飲まない、食べたりしないんですっていう、主義で断っていくんですけど、徐々に惹かれ合っていくと、で恋仲になっていくって、こういう話なんですけど、36、7歳のバツイチの社長が18歳のアルバイトの女の子に声をかけていくっていうところも、アメリカらしいというか、世界中でいっぱいあるんだと思うんですけどね。そこはちょっと置いといて、はい。この映画からね、私が学べるというか、すごく心動かされるところ、その秘めたるところっていうのは、ポイントは2つあって、1つはね、やっぱり夢ですよね。夢がものすごくうまく描かれていて、夢を持っていて、それの夢に向かって歩んでいると、学歴やその育ち、家柄なんて関係なくて、とにかく輝いているんですよね。で、これは現実の世界としてもあり得るというか、やっぱりおそらくはそうで、僕らも、しっかりとそこを感じますよね。で、だから常に、若かろうがキャリアを重ねていようが、常に夢を持って、その時点での夢を新たにアップデートして歩んでいきたいというのを実感するとこですけども、もう一つはね、テーマソング。これはサウンドトラックの曲がっていうんじゃなくてですね、頭の中で自分のそのモードに合わせたテーマソング、音楽が流れていると、どんなこともうまくいくっていうのをこの映画の中で僕は感じたんですね。だからリズムが聞こえてくると体が勝手に踊り出す。でも、一方で夢を持って歩んでいると、そのテーマソング、自分にとっての、夢を達成するための音楽が流れ出してきて、それでどんどん前進していく。当然途中で葛藤もあるし、いろんなトラブルもあったりするんですけど、音楽があると、なんか頑張れるっていうね。同じ努力もだいぶその苦労が減るというか、ディスカウントされるっていうんですかね、軽減される、緩和される。で、これは現実の世界でもすごく感じるとこで、仕事しながら音楽を流す、自分の好きなモードの音楽を流しながらやると、やっぱり集中もできるし、頑張れるし、ましてやそれが自分の過去の金銭に触れるような映画作品の音楽だったり、思い出のある音楽だったらぐっと頑張れますよね。ここら辺っていうのはね、ものすごく感じたところですね、この映画で。
だからファッターフィーリングとかマニアックとかね、レディレディレディとか大好きなんですよね。まあこの音楽をうまく使いながら夢に向かって歩んでいく。でその夢も常にアップデートしながら新しいものを達成したらまた次、達成したらまた次とこう設定していくといいなと。映画の中では夢を持ってる人と持ってない人っていうのがきっちりと描かれてて、持ってない人はもう落ちぶれていっちゃうんですよ。で途中で落ちぶれた人が親友のジェニー、プロのスケーターを目指してた彼女が、大会で2回転んで起き上がってこなかったんですね。あの時点で夢を落としてしまうんですよ。でも死んだも同然だっていうのを最後ニックが言うんですけど、まさにそこから全てが荒廃していってしまう。付き合う相手が変わり、で顔色が変わり、輝きは放ってないんですよね。これ現実の世界でも本当にあると思うので、僕ら一番気をつけないといけないとこかなと思ったりするわけですけど、あともう一つはね、夢を持つ人たちが集まる空間。それがアレックスがダンスをしてたそこのバーですよね。そこのバーは夜になったらダンスをするダンサーを夢見る人たちがそこで踊ってるんですけど、そのダンサーの中でももう夢を忘れちゃった人もいるんですよ。ここがね、もうある程度の年齢に来て昔話しちゃう、こうなりたくないなっていうのを僕らもね常々思うわけですね。でそんな人たちが集う、空間、そこはねある種すごく素敵だなと。でみんな自分の夢に向かって歩んでいくんで、どっかで旅立ちをすると。旅立ちの時は寂しいからまたその思いを相手にも伝える、ね、で夢破れて帰ってくるリッチーもいましたね。コメディアンになりたいと言って、ハリウッドにロサンゼルスに行くんですけど、やっぱり戻ってくるんですね、ワニの格好してね。でもそれを受け入れてくれるまた筋があるっていうのもこれ嬉しい。そういうコミュニティであるといいなと思ったりしますよね。でここら辺がねすごく僕の心を動かしたとこですよね。であの映画の中で後半にかけてすごくいろいろ表現されているのは、経験が全て、見るもの、会う人、感動したもの全てが自分のパワーになる、自分が取り込んでいいんだっていうことを僕はその幼少の時に本当思うんですね。だから映画は女性ヒロインですよね。女性が主人公。僕は男の子男性なんですけど、あれを見た時にアレックスのかっこよさをこう取り入れるわけですね、働きながら。だから新聞配達してた時にアレックスはもう破れたジーパンと破れた T シャツでかっこいいんですけども、それ僕は部活中の丸坊主で、陸上部って丸坊主やったんですけど、丸坊主でわざとジーンズを破って T シャツも破って新聞配達してたんで、本当にね当時ねよく牛乳とかもらったんですよで今考えると本当に貧乏なんやなと思われてたというか、なんでこんなに牛乳くれるんやろうと思ってたんですけどね、貧乏に見えたんですね自分ではねかっこいいと思ってた。気分はなんかアレックスのようなね、全然そうではなかったと思うんですけど、自分の中でいい勘違いですよね、かっこいいと思ってるっていうね。それででも高校まで続くんで、高校でも陸上部でバイク乗りながらね、そのバイクで配達してた記憶があります。このそれぞれ出会ったものが全て自分の経験になっていく、やった仕事が全て自分の経験になっていくっていうのが、このフラッシュダンスの最後クライマックスで彼女が
オーディションでダンスするところ、ここに現れてるんですけど、一番素敵なのが、彼女はオーディションにそもそもエントリーするんですけど、勇気を持ってエントリーするんですけど、ただエントリーのフォームの中には過去のレッスンの経験だとかそういうものをいっぱい書く欄があるんですね。でも彼女は貧乏でお金もないっていうことと、正式な公式なその練習なんて受けたことがないので書けないわけですよね。それを当時付き合ってたそのニック、彼が教会の友人がいるっていうことで裏で手を回して、書類選考パスするために尽力してくれるんですけど、そこに彼女も苛立って怒って一度拒絶するんですけどね、私も受けるのやめるとかって言うんですけど、アメリカ人らしいなというか、向こうの女性は特に強いんだなっていうのを思いましたけど、そこはなんとか前向きにまた受けることになるんですけど、全く要点というかね、ポイントは全くその受けたことがない彼女がするダンスは、初めはバレエの本場っぽいバレエっぽいダンスなんですよ。でも途中から彼女と時を共にした人たちの動きや動作、踊り、身振り手振りなんかが入ってくるダンスに変わっていくんですね。彼女は冒頭の方で、映画の途中で、そのダンスをちょっと彼ニックの前で舞うことがあるんですね。くるっとターンすることがあるんです。それをもう一度やってってニックが言うと、いやもうできないのっていうわけ。その時に感じたまま体にしてるから、体の動きにしてるからね、いうシーンがあるんですけど、彼女のダンスは、あくまでも映画の設定ですけど、その型がないで、初めはクラシックから始まるバレエなんだけど、途中から彼女の、友人や彼女を取り巻く人たちの動きに変わっていく。それは何かっていうと、挫折したスケーターの、スケートの舞が入っていたり、通勤途上に交通整理をしている警察官、名物警察官の交通整理の警察官の動きが取り入れられていたりで、コインランドリーというか洗濯の帰りしなに、道端でダンスしているブレイクダンサーたちの動きが取り入れられてるんですね。でそれが自然に体からあふれる曲が進むにつれて、そこをどんどん表現していくので、審査官たちは真っ白な彼女のプロフィールに初めほとんど興味を示してない。なんでこんな人が通ったんだろう、どうせまたなんかコネかなんかなんだろうなんてね、そんなこと多分思ってるような感じなんです。それが途中からどんどんとその彼女のダンスに、型破りな彼女のダンスに惹かれていくんですね。多くの人がそれに魅了されたんじゃないかなと。で最後はブレイクダンスで背中でぐるぐると回るあのシーンで終わっていくんですけど、それで建物から、会場から出て全速力で笑顔で、喜んで、帰っていくんですけど、その帰り道、建物の外に彼ニックと愛犬が待ってるというね、映画の中では合格したとは出てないんですよ。だけど合格したのか、僕はそのやりきったというところで喜ばしい状態なのか、ここはちょっと本当にわからないんですけど、僕はどちらかというとやりきったことによるその爽快感なのかなと思うんですけどね。すごく素敵な映画ですよね。当然迷いで、自分の師匠となる花、おばあちゃん元バレリーナの方の死で、こういったものを乗り越えて、友人の挫折も全部自分が受け取って、それを全部自分のものにして、全身でダンスを表現して
おそらくは合格していくんだろうというこの一つの過程を作品は表していました。皆さんも見られた方であればすごく記憶鮮明なんではないかなと。でファンの方はね、ジェニファー・ビルスのファンの方とか、僕マイケル・ヌーリーってね、社長の彼も好きなんですよね。そんなたくさん作品は出てないんですけど、今もすごくね、写真ネットで検索したら出てきます。すごくダンディーに年を重ねられてますよね。でジェニファー・ビルスもすごい素敵です、今もなおね。ベタだけど魅力的で、今見るとやっぱり一度見たら釘付けになる。今回のフラッシュダンスと新聞配達はこれにて、終わりにしたいなと思います。ありがとうございました。はい、本日のストーリーボイスはこの辺りでおしまいです。どないでしたか？途中私もそこ好きやったわとかね、俺もそれ分かるみたいなあったかもしれませんね。感想もしあればぜひコメント欄に残してください。それとまた聞きたいなと思われたら、もしくは思っていただけそうなら、いいねとチャンネル登録、ベルマークもチーンとしてもらえると嬉しいです。ストーリーボイス毎週作っていくので、ぜひ皆さんと一緒に作っていきたいなと思ってますので、忙しい中コメント入れていただけると嬉しいです。このストーリーボイスが皆さんのモチベーションアップにつながることを心より願って、秀樹でした。ありがとうございます。